今まで全てを捧げてきた。友人との時間も食べる楽しみも。For 113, Taichi Shimizu. And your winner number 1. 心臓発作で倒れても、腎臓が機能しなくなっても、แล้วเหมือนจริงซะมากด้วยค่ะ生死の境目を何度さまよっても、己を信じ突き進んできた。2021年、医者にはもう一度水抜きをしたら死ぬと言われた。僕の人生の最後の戦いになるはずだった。今は5時間の透析を週に3回欠かさず受けている。大変だけどやらなければ死んじゃうので。2017年腎不全を宣告され、2021年に末期腎不全になった。末期腎不全になると腎機能が停止し、体の老廃物や余分な水分を自力で排出できなくなってしまうので、今日もまた透析に通っている。今日も憂鬱な透析の時間が始まる。透析は末期腎不全の患者が延命措置のために行う治療方法で、本来腎臓で行えていたろ過作業を代わりの人工の腎臓を使って汚れた血液をきれいにして体に戻す。この機械で1分間に約 200ml の血液を吸い出し、それをまた体に戻す。大量の血液量を確保するためにシャント手術というものを行い、前腕の静脈と動脈をつなげて太い動脈を形成している。はい、透析を続けていくと血流が止まってしまい使えなくなる場合があり、人工の血管を使って埋め込むこともある。透析は延命措置だが、寿命が20年くらい縮まることは避けられない。週に5時間の透析を3回、合計15時間、クリニックに通う時間などの拘束時間を入れると、透析日はほぼそれだけで終わってしまう。腎移植をしない限り、この生活を死ぬまで続けなくてはいけない。腎不全になってから普段の食事を気をつけなければならなくなった。塩分やタンパク質量なども制限しなくてはいけない。尿が出なくなり、水分をあまり飲めない。遠出をする場合は地元のクリニックを予約しなくてはならない。これらの制限はボディービルにおいても致命的で、特に2019年以降減量期はタンパク質を 100g 以上摂ると異常なむくみが出てしまい、低タンパク質の減量を強いられた。大会直前の水の調整も血中アルブミン濃度が低いため、何をやってもむくんでしまった。尿毒症がきつく、トレーニング中も寝ている時も
常に気持ち悪い状態が続いた。正直なところ強い焦りを感じている。右手以外何もすることができず、パーソナルのクライアントのメニュー作りに時間を使っているが、どうしても身動きが取れない時間が虚しく感じてしまう。はい、ありがとうございます。本当この1年間は今までにないぐらい立ち止まって今後について深く考えましたね。ボディービルを始めた時はもともとバドミントン選手だったんですよ。バドミントンを終えてから格闘技を最初やりたいと思って高校のトレーニングセンターがあったんで、そこでトレーニングを始めた。でもそこでトレーニングルームの管理人の人がボディービルマニアの人で、ボディービルに誘われて、お前はボディービルダーとしての素質があるからボディービルをやらなくちゃいけないっていうような感じの誘われ方。最初にロニー・コールマンっていう世界一位のボディービルダーの DVD を借りて、でそれを見て、その時点で自分はこのロニー・コールマンを超えられる、超えてみせると思って始めたんですよ。最初60キロぐらいの高校生だったのが3ヶ月で30キロ増えて、卒業する時にはもう90キロ超えてたんですよ。でこの調子で体重が増えていったら、絞って130キロぐらいなんて、余裕でいけるだろうと。このペースで増えていったら、かなり初期の段階からもう俺はいける、俺はこれで世界一位を取れる確信がありましたね。トレーニング始めてから3年後全日本学生2位で、その次の年も2年連続2位で、その後もう海外に出ようと思って2013年のアジア選手権、そこでいきなりヘビー級で3位を取った。でこのヘビー級でアジア選手権で3位を取ったっていうのが歴代に日本人でまだ一人もいなくて、いきなりの快挙でした。2013年に中国のプロコンテストがあったんですね。ゴールデンタイムズチャンピオンシップス。そこに自分はプロ選手として招待されて、で世界中の団体からトップ選手が集まって、その大会で4位入賞、前年度の優勝者に勝っての4位だったんで、結構価値のある順位でした。他の大会は2015年にミスターロサンゼルスのスーパーヘビー級にエントリーして、そこで2位に入りました。その後は2017年のアマチュアオリンピアアジアっていうのがあったんですけど、そこでヘビー級で、4位入賞。その後2019年、NPC インターナショナルスーパーヘビー級で優勝。その後アーノルドクラシックに出たかったんですけど、結局コロナで前日に出れませんってなってしまって、シュワちゃんに直訴したんですけど、やっぱ出ることはできず、その後2021年にもう、腎臓がダメにもうなってたんで、もうこれが最後だなと。日本の大会でリージョナルの大会なんですけど、優勝して、その後アメリカでアマチュアオリンピア出る予定だったのも、そこでもう医者にもう次水抜いたら死ぬよって言われてたんですよ。最後の大会と心に決めて。だけどその渡米の前日に交通事故に巻き込まれてしまって、でもそれでも出たくて、でも無理やり飛行機乗って行ったんですけど、交通事故の怪我もそうだし、もう腎臓によるむくみがもう何やっても取れなくて、コーチのクリス・コーミアにも行って、こういう状況ね、でも今回はもうしょうがない、諦めようと。後悔はないんですよ。常にいつも全力なんで後悔はないんですけど、あと一歩のところで自分の中での成功っていうかゴールっていうのをつかめないで、不運なことが大事なところでこう重なるっていうことが多かった。もう困難しかなかったです。本当に正直言って、体のこと、金銭面、それから家族との関係、もう本当に困難だらけでした。
ボディービルを始めた時点でもう親とはかなりトラブりまして、両親はねもう本当自分がボディービルを始めたことを後悔していて、ボディービルに誘ったコーチをぶっ殺してやるって言ってたんです。当時もう息子をこんな風にしやがってどうしてくれんだっていうことを自分のコーチ、当時の山口さんっていう人に抱いていて、ただもう自分が本当にボディービルをやりたいっていうことを両親に言っていて、でもうやりたいんだったらもう好きにして、もう私たちは関わらないから、家はとにかくもう出て行ってくれっていうことで、大学4年の時に引っ越して一人暮らしを大学4年の時に始めました。父親は2018年かな亡くなってしまって、でも亡くなる直前はもう自分のことを認めてくれて、本当にすごいことを達成しているんだっていうことを周りに言ってたみたいで、それはそういう意味では認められたのかなと思って、そこは嬉しかったですけど、自分はもうボディービルで生きていくっていうふうに決めてたんですよ、もう心の中で。なんで大学4年の時就活をせずにもう放棄して、で周りの人たちはみんな一流のエリート企業、法政だったんでみんないいとこ、就職していくんですよ。でも自分はそういうのを全部推薦とかもらわずにもうボディービルだけでやっていく。自分の中で当時思い描いていたのは、ボディービルっていうのは結構稼げるんだと。プロになったらみんな1億円ぐらいもらえるし、アメリカの選手を見てるとね、だから30歳までに自分がプロになれればもうボディービルだけでやっていけるんだっていう確信があったんです。だけど蓋を開いてみたら全然稼げないし、大会の渡航費、海外に行くために、渡航費だったりホテルの滞在費用だったり、あと食費だったり、サプリメントだったり、あとはコーチつけようと思ったらパーソナル代金も払わなくちゃいけなくて、本当にお金のかかる競技で、2015年にもうとにかくスポンサーをもう見つけなきゃやっていけないと。芸能活動も始めて営業回りして、いろんな社長さんにお願いして、社長に直接頭下げて履歴書を持って回りました。その中でエグゼクティブプロテクションっていう警備会社の小林社長がサポートしてくれるっていうことになって、2年間サポートしてくれました。2015年に、自分腎臓の大動脈瘤が破裂して出血しそうになったんですよ。でそこでは、ちょっと腎臓の数値悪くはなったんですけど、平常な状態に戻って全然健康だったんです。でもその後2017年のミスターロサンゼルスで水を抜きすぎちゃって、でバックステージで急性腎不全から来る心臓発作で倒れちゃって ER 運ばれて、目の前ブラックアウトしていったんですよ。死んだなと思ったんですよ、正直言って。これでやっと終われるんだとか思ってました急性腎不全だから数値戻るだろうと思ってたんですけど、戻らなくて中程度の慢性腎不全にそれ以降ずっとなってしまった。でその状態でも、なんとかコンディションは作れてはいたんですけど、その後2019年に今度は難病にかかっちゃって、それが抗 GBM 抗体っていう難病になってしまって、さらに腎臓が悪くなって、で2021年に最後ワクチンを一発目打った直後に全身水ぶくれになっちゃって、これやばいかなと思って血液検査行ったらクレアチニンの数値が倍になっちゃって、でも完全にもうダメだ、腎臓がもう完全にダメになってしまった。正直言ってここまでかここまでなのかって、もうやりきったのかなって。
トレーニングは今でも透析のない日に週4回続けてるんですが、以前のようにハードな乗り込みっていうのができなくて、本当各部位パンプするだけのトレーニングしか今はできてないですね。2019年以降は吐き気が来るようになっちゃって、でトレーニング中もやっぱり気持ち悪くなっちゃう。あとは結構高血圧が、ひどくなってきてたんで、むくみが本当顕著で、これなんとかならないかなっていろいろ工夫しましたし、いろいろ勉強しましたね。いやもう本来まだまだできることがたくさんあったのに、結局やりきれずに終わっちゃった。まだまだ伸びるはずだったのに、それができなかった。周りから結構絞りきれないだの、減量方法を知らないだの、根性がないだの、いろいろ言われてきて、実際は腎不全が影響でコンディションが作れないっていう状況がずっと続いてたんで、そういうふうに言われるのが、めちゃくちゃ許せなかった、正直自分の中で。でそれをやっぱり世界中のファンの人たちにそれを証明したかったから、できる限りの最前提はずっとやってきたんですけど、やっぱりちょっと無理があったっていうのが本当悔しいですね。正直言って見返してやりたいっていう気持ちがものすごく強かった。だからいまだにその自分の完璧な姿、本来見せれたはずの姿っていうのがちゃんと見せられていないっていうのはもう本当許せない、自分の中で。だからもう一回ちゃんとやり直したい。落ち込んだ時とか苦難にぶち当たった時に、まずは自分を信じること、あとは信用できる友人だったり知り合いだったり、そういった人たちを心の底から信用するっていうことが自分大事だと思っていて、他人を信用できなくなったら可能性っていうのがどんどん遮断されていくと思うんですね。現に今回腎不全になった時も本当にたくさんの人が自分を手助けしてくれて、希望がかなり見えてきたんで、他人も信用するし自分も信用する。だから疑うっていうところから入っちゃわないで、やっぱ信用するっていうところから入ることで橋が架けられていく。でそこの道をちゃんと自分が通るようにっていうふうに自分は思ってます。オリンピアのステージに立つまで、まずは IFBB プロカードを取らなくちゃいけなくて、アメリカのアマチュアオリンピアに出るっていうことをクリス・コーミアと話しているので、アマチュアオリンピアでプロカードを取って、その後プロのローカルコンテストで一つ優勝して、でその年のミスターオリンピアオーバーオールに出場して、でそこで優勝するっていう目標を絶対達成すると。簡単な道のりではないと思うんですけど、自分だったらできるんで、あとはもうやれることをやるだけ。復帰してオリンピアのステージに立つ。必ず実現する。ファンの方皆さんに、もどかしい気持ちっていうのを与えてしまったと思うんですけど、きっとこの困難を乗り越えてさらに素晴らしい体を披露したいと思っているんで、ずっと見続けてくれると嬉しいです。